皆さんこんにちは。島田マシンツールチャンネルです。いつも島田マシンツールをご覧いただきありがとうございます。先生、今日のテーマは？今日のテーマはですね、チャックが2つあってタレットは1台の2スピンドル旋盤と、チャックが4つあってタレットが2つある4スピンドル旋盤について話していきたいと思います。早速一つ質問なんですけども、チャックとタレットって同じ数じゃないんですか？タレットが1に対してスピンドルが2つある理由から説明するんですが、片方で加工をやっている間にもう片方でローディングアンローディングを同時に行ってしまう、ちょっと変わった旋盤だからです。当社では2スピンドル1タレットの NC 旋盤を 2SI6 っていう機種名であります。他にもですね、2スピンドル8とか2スピンドル10というモデルがあるんですが、まずはこの機械に対して説明していきたいと思います。当社ではこれは2軸と呼んでいる機種になりますね。前から思ってたんですけど、2軸だとか3軸だとか4軸、はい、6、8ってうちってスピンドルがたくさん数の機械ばっかり作ってますよね、はい、それで我々も呼んでるんですけど、2軸っていうと2スピンドル、4軸っていうと4スピンドルというような感じだったんですけど、3軸制御だとか5軸マシニングセンターだとか、6軸ロボットだとかっていうのとは違うんですか？そうですね。先人が同じ軸っていう言葉を当てはめてしまったので分かりにくく感じてしまうかもしれないんですが、ここでいう2軸っていうのは2種軸旋盤ということで、英語で言うとそれはスピンドルになるんですよね。で、対して5軸マシニングセンターとかの5軸っていうのは5方向の駆動するという、そういう意味なんですよね。縦、横、高さ方向、あるいはこう回転軸とかで5軸みたいな形なんですよね。英語ではアクシスって呼ぶんですよね。だからそのスピンドルとアクシスだと全く違う単語が英語ではあてがわれているんですが、日本語ではそれが軸になっちゃってるからちょっと分かりにくいんですよね。この機械っていうのは二軸制御というよりも主軸が2個の二軸旋盤っていう、そういう意味になります。二軸スピンドルが持ってる意味って何かあるんですか？3つありまして、1つは加工してる間にここでローダーを同時にしてしまうのでローダー時間が実質ゼロで済む。こういう切削加工っていうのはローディングなどの非切削時間っていうのが結構大きな比率を占めるものですから、それが全くなくなるっていうのがまず1つ目の効能です。で、2つ目はこのようにチャックが2つありますので1台で2工程をちゃんとこなすことができるよと。だから2台機械買う必要がないよっていうのが2つ目。3つ目の意味っていうのは、1つのチャックはこのようにその扉の外側に露出しているものですから、ロボットだとかガントリーローダーとかもアクセスしやすいし、手付けでやる場合なんかもですね、このようにもう簡単に取り外しができる。あんまりこう機械の中に体乗り入れたりとかしなくてもいいっていうローディングのしやすさっていうのが3つ目のメリットになりますね。コンセプトは分かりました。ありがとうございます。で、またちょっと質問なんですけど、このスピンドルが回転したり動いたりすることによって精度面って大丈夫なんですか？加工とローダー作業が両方とも終わると扉が開いてテーブルが180度回りますけど、お客様にもですね、ちょくちょくこんな主軸という一番精度的に重要な部分が180度回るようなことがあって大丈夫なのって質問を受けるんですが、今日はもうこのタレットと同じ構造なんです。実際何十年か前にタレットっていうのが初めて発明されて、刃物台がこうガチャガチャ回るってことで精度が大丈夫なのかっていう、そういう心配抱いた人たちも多分いたと思うんですけど、タレットが登場しても何十年か経った今日では誰もここがツールチェンジしてもおそらく心配しないし、実際問題それによって精度が狂うという経験がない、実績がちゃんとついていることが証明されてますので、精度的に安心なタレットとメカニズムとしても同じ構造なのがこちらの機械で使われています。実際私たちもプラスマイナス1ミクロンの繰り返しの精度保証というのを行っています。なるほど。それではこの機械の機能や構成を説明していただいてよろしいでしょうか？この機械っていうのはタレットが今見えている標準的には8ステーションタレットで、オプションで12ステーションというのも可能です。で、回転工具使用というのも可能です。それからホローマウントキャプトとかポリゴンテーパーシャンクと呼ばれるようなクイックチェンジツールにも標準タレットとして搭載することも可能です。あとはテールストックっていうのがつけることができたり、リニアスケールっていうのを取り付けることによって繰り返し精度っていうのが格段に上がるフルクローズドループ制御みたいなことっていうのも対応することができます。
これ回転工具って今先生おっしゃられましたけども、Y 軸はこれもついてこの機種はちょっとついてなくて、前回の動画で説明させていただいた 2SI の8 M2 という機種ですね、そちらの機種では Y 軸っていうのはついてるんですが、こちらの機種では今ついてないです。M2 と 2SI 従来機についての特徴をちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。正直申し上げて 2SI6 っていうのは非常にロングセラーマシンで、30年近くがずっと経過して売れてる機械なんですけど、この機械のさまざまな改善点だとか最新のテクノロジーをふんだんに取り入れたのが 2SI の 8M2 のもんですから、この機械が優れているっていうとお値打ちな価格とコンパクトさですかね。実際これぐらいの外観で非常にコンパクトではあるんですが、例えばですけど非常に長いシャフトワークなんかも加工することができて、この機種であれば π25mm 以下のシャフトであれば全長が 800mm を超えるようなワークなんかでも対応したことがあります。それっていうのはこの手前側のチャックにこちら方面からずっと長くワークを主軸の中に向かって入れていく、そういうことができるからなんですよね。ご覧のように手前側のチャックっていうのは目の前に何も障害物がないので、だから長いワークをずっと入れるようなことができる。コンパクトな機械ではあるんですが、そういったすごく長いシャフトワーク、800mm っていうとこれぐらいの長さありますよね。そういったようなワークでも対応するっていうことができます。あとはそのお値打ちな価格っていうのは M2 に比べてはちょっと優位性があるかなっていうところです。じゃあ最後にもう一つ、おそらく視聴者の皆さんもちょっと気にされてるとこがあると思うんですけど、出荷台数の実績とか何台ぐらいあるんですか？この 2SI6 っていうのは今までだいたい1200台ぐらい30年間での台数なので、それが多いのか少ないのかわからないんですけど、それぐらい売れてる機械ではあります。同じコンセプトで2スピンドルで1タレット、がこの 2SI6 ですね。他にも4スピンドルで2タレット、そうですね、機械なんかもあります。この動画ではまず前半として6インチ着用の 2SI6、あるいは8インチ着がつく 2SI8 とか10インチ着がつく 2SI10 っていうのがありまして、それを作っているのが僕たちが今いる島田マシンツールの第1工場ということになるんですが、4スピンドルの機械を作っているのが第2工場になりますので、今からその第2工場の方に移って4スピンドルの HS4200 という機種について説明していきたいと思います。じゃあこれから第2工場の方に移動していきたいと思います。今第1工場を出まして、これから第2工場の方に移動していきたいと思います。第1工場から第2工場の方に移動していくんですよね。こちらが第1工場で、蓮向かいが第3工場で、隣にある工場を他の会社さんの工場ですけど挟んで、すぐその奥側に当社の第2工場がありますね。ですので第1、第2、第3工場は歩いて1分かかるかかからないかぐらいの距離に全部集約されておりますね。すぐに第2工場がもう見えてきましたね。今これで第2工場に着きましたので、今から入るところですね。ちなみに打足ですが、ここに見えてる小さな道を挟んで向こう側が豊川市、この僕らが今立っている第2工場は豊川市ですね。ですので島田マシンツールでは第1工場第2工場は豊川市で、この道を挟んだ向こう側が豊橋市になっておりますね。第2工場の方に移動してきました。先生、これが4スピンドルの機械 HS4200 そうですねという機械なんですね。こちらはチャックが正面を向いてるデザインなんですね。確かにそうですね。先ほどの2スピンドル NC1000 万 2SI6 は横向きでしたよね。こちらは4つのチャックが正面向きの機械ですね。昔はこの4スピンドルも横向きのタイプを作ってたらしいんですが、今はこちらの方がユーザーさんが使いやすいのか正面向きに一本化されましたね。こちらも下の方で加工をして、上の方でローディング、アンローディングを行うというようなことなんですかね。そうですね。両方の作業が終わったら、これもドラムが回る。そうですね。じゃあ先ほどのパレットの原理と同じなんですか？そうですね。2SI6 と同じ原理で、こちらもプラスマイナス1ミクロンの繰り返し精度っていうのを保証してます。こちらの機械っていうのは180度このテーブルが回る秒数っていうのが先ほどの 2SI6 よりも少し早くて 1.5 秒ですね。ですから 1.5 秒以外はお金を稼ぐ切削時間ということになります。なるほど。この機械の機能や構造を
教えてください。この機械は、まずチャックサイズっていうのは、8インチチャックが中心で、マックスで10インチチャックまで取り付けることが可能です。他にも、いろんなタイプの油圧チャック、あるいはコレットチャック、エアチャックへの対応というのも可能ですね。今はチャックついてないので、主軸っていうのが今ちょうど見える形になってるんですが、これが ISO の規格で A2-6 っていう、そういう規格がありまして、そういった ISO 規格の主軸ノーズっていうのになってます。オプション的にはチップコンベアも5種類ほど様々なタイプのものを用意しておりますし、リニアスケールっていうのを取り付けてフルクルーズドループ制御っていうのが可能になってますし、先ほどの 2SI6 のような標準タレットのままポリゴンテーパーシャンク、コロマントキャプト仕様っていうのが可能になっておりますし、あるいはちょっと制限付きなんですが、テールストックというのも一応取り付けることは可能です。この機械の一番の売りというと何になりますか？それは無駄時間、待ち時間のもう究極の削ぎ落としですね。これは 2SI シリーズでも言えることなんですが、ローダー時間と工程間の移動時間と1工程と2工程のタイム差によって生じる待ち時間の解消、これあたりの3つの無駄時間を削減することによって 100% に近いぐらいの切削時間というのを達成できる、そういった機械になりますね。ローダー時間がゼロも理解できます。それと、第1工程と第2工程の移動する時間というのがゼロっていうのも理解できます。で、工程の時間差で生じる待ち時間っていうのがもう一回教えていただいていいですか？ああ、そうかもしれませんね。例えば、チャックが2つある2スピンドル旋盤だったり、あるいは機械を2台並べて、で、その片方は第1工程っていうかですね。で、もう片方で第2工程っていうのを加工するとしますね。で、この2つの工程のサイクルタイムっていうのが同じである場合っていうのはあんまり多くなくて、そもそも違う工程やりますので、タイム差が違うことが多いんですよね。で、そういう風にタイム差があった場合、早く加工が終わった方っていうのは、相方のもう一つの方の工程のタイムが加工が終わるのを待ってなきゃいけないんですよね。例えば、足の速いウサギと足の遅いカメ、タイムが速いウサギというか第1工程と足の遅いカメ工程があったとしますよね。そのウサギとカメっていうのが2匹同時にスタートしちゃうと、確実にウサギがゴールしちゃって、カメが到着するまで延々待ってなきゃいけない。そういうその待ち時間っていうのが必ず発生してしまうものなんですが、この機械の場合では、左と右チャックがありますので、どちらもウサギ工程をやる。で、カメ工程のためのローディングを上の2つで用意しておく。テーブルが次ぐるんと回ると、今度どちらもカメ工程。で、ウサギとカメは同時に走らせずに、最初にウサギだけ走らせてしまって、同時にゴールします。そしたらすぐにテーブルが回って、今度2匹一緒にカメが走ると。そういったことによって、待ち時間っていうのがとにかくない。ウサギの加工が終わればすぐに次に回る。カメの加工が終わればまたすぐ回るという、そういった待ち時間っていうのがなくなるってことなんですよね。確かにできますね。それはやっぱりチャックが複数あるからですか？そうですね。パレットの数に対してチャックが2倍の数がある。そういったことができるのが画期的な、加工方法だと思うんですよね。あとはそれを可能にするような搬送装置をどうするかという問題になるんですが、搬送装置の豊富なバリエーションに関しては次の動画で紹介していきたいと思います。ということで、今回は2スピンドル1タレットの 2SI6、それから4スピンドル2タレットの HS4200 について説明させていただきました。加工条件は一切変えずに、あらゆる待ち時間と無駄時間を削ぎ落とすことによってサイクルタイムをギュッと圧縮できる、そういった画期的な加工方法っていうのができる2台の機械になります。この2台の機械を使って皆さんも生産性の大幅アップを達成してみませんか？今回の動画は以上になりますので、また皆さんのお役に立てたら幸いです。どうもありがとうございました。